皆さんこんにちは、角岡のりこうです。本日のテーマは才能ありと才能なしの差ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、最近始まった才能査定の動画からこちらの5つの採点項目、お花を生ける上で私が大切だと思うポイントをピックアップしたものなんですけども、どういった視点で才能ありなのか、凡人なのか、はたまた才能なしなのかという評価をしているか、そんなところをちょっとした作例も交えつつご紹介していこうかなと。で、一応皆さんに誤解のないようにお伝えしておきますと、本来ですと人の生けた作品に対して優劣をつけたりとか、数字で評価するというのは、私は非常にナンセンスな行為だと思っています。ただ、お花を生ける上で綺麗に飾るポイントっていうのはやはりたくさんありまして、どこが良くてどこが悪いのかという判断をする目を養うというのは、とっても大切なことなんですね。芸術分野においては審美眼なんて言いますけど、ですので今挙げてる才能査定の動画に関してはあくまでエンタメとして楽しんでいただきたいですし、ハウトゥー系としてもこういった点を気をつければもっと綺麗に飾れるんだなっていうのが皆さんにとっても何か参考になればなと思って挙げております。ということでまず一つ目のポイント、採点項目花材の取り合わせですね。どんなところを評価ポイントとしているのかというところで、こちらのお花を見ていくと、まずこの中で私の中では1点だけ気になるポイントがあるんですね。これは皆さんもちょっと違和感あるんじゃないかなと思うんですけど、今生けてある花材はニューサイランが2本とモンステラ2本、そしてひまわりが4輪になるんですけど、これを一つの作品として見た時にこの1輪だけちょっと違和感ありませんか？この3輪も同じひまわりになるんですけど、種類が違うので1輪だけちょっと仲間外れのようなお花があると。これ料理に例えると分かりやすいと思うんですけど、私は花材の取り合わせというのは一つのお料理を提供するのにどういった食材を取り合わせるかというので意識してるんですね。で、今日だとそうだな、アサリのパスタの中に一つだけハマグリが入ってるような、まだハマグリならいいんですけど、和牛のサーロインステーキのこの一切れがアサリのパスタの上にポンと乗っている、そのぐらい印象としてはちょっと一輪別のものに見えてしまってるのかなと。で、後ほど逆にこの一輪を印象的に見せる、そんなテクニックもお伝えしようかなと思ってるんですけど、やはり一つの作品としてまとめるには2輪ぐらい入ってるとバランスも取りやすいですし、唐突に別のものが一つあるっていうのが少し和らぐんですね。これだと先ほどのアサリのパスタの中に鶏のささみみたいなものもこう混ざってても、それはそれで美味しいんじゃないかなというところで、こんな感じですかね。あるいは生け花というのはすでに枯れてしまったドライの花材というのを用いることもあるんですけど、今のこのお花の中にこれ1本入れたら皆さんいかがですか？せっかく今綺麗な爽やかなお花が入っているのに、1本ないし、今の話の中だと2本でもいいんですけど、こういうちょっと質感の違うっていうんですかね、そういったものが入り込むと、せっかくアサリとささみのパスタでまとまっていたところに砂糖をこう混ぜ込んだような、そんな料理になってしまうと。ただやりようによってはこのドライの花材というのはすごく効果的で、最初に入ってたこのお花についてはちょっとこの枯れた葉っぱというのは合わないと思うんですけど、逆にですね、このドライをもう主役にしてしまって、でなんならこちらにもパンパスがあるので、枯れた花材で面白い世界観を作って、でそこに先ほど一輪だと違和感があったんですけど、逆にこういった生のお花がポンと入ることで、これならそんなに違和感はないんじゃないかな。これは採点項目の作者の意図とかにもつながってくるんですけど、あえて枯れてる花材を主にポイントとして生のお花を使うことで、こう生と死の対比みたいなお互いを引き立てることができると。さっきは完成されたパスタに砂糖を混ぜたような印象だったんですけど、こっちだとそうだな、イメージ的には生ハムメロンみたいな感じかなと思うんですけど、甘いメロンに対してしょっぱい生ハムをちょっとアクセントに置くことで、甘みと塩味、異質ですけどお互いがこう引き立つような、枯れてるものがあるから生のものがより引き立つ、そんな構成になると。で、ここまでドライの主役の量が多いと、こちらのお花からこういう脇役となる葉っぱももう少し足してもそんなにおかしくはなさそうですね。私だったらこんな感じで足すかなと思うんですけど、ちょっと即席で申し訳ないんですけど、こんな感じかな。あくまでも主役はドライの花材で、アクセントに生の花材を使うと。そんなところで採点項目花材の取り合わせというところでは、出来上がった作品に対して生けてあるお花の本数とか質感、その素材の特徴、そういったものが適切に入っているかというところで採点をさせていただいております。全体で一つの料理にまとまっているかというところですね。そして続いて2つ目、器との移り合いですね。
これも一言で言ってもいくつか大切なポイントがありまして、まず一番パッと目に入るのが、この上に入ったお花のボリューム感に対しての器の大きさですかね。これは採点項目の中のバランスとも通ずるんですけど、今のこの上のボリューム感に対する器の大きさというのは適切なのかなと。で、これがですね、極端なことをすると、こちら100均の今ちょっとした器に移し替えたんですけど、これだと皆さんいかがでしょうか。上の花材のボリューム感に対して器ものすごく小さいですよね。これはもうバランスもですし、器と花材との移り合いというのもかなり悪いんじゃないかなと。また逆にですね、この花材の量感でこの器の大きさだといかがでしょうか。こんな感じ。ほとんどこのお花の一番長いものと器のこの直径というのが同じぐらいのサイズ感になっているので、ちょっと器の主張が大きいかななんて私は思うんですけども、ただ小さいのよりはいい点として、これ水張ると下たっぷりと水が見えるので、それはそれでこう涼やかに見えるんですね。で、ここも一つ綺麗にお花を飾るポイントになってくるんですけど、置くとしたら大きい器の場合ど真ん中に置くか、あえて端に寄せるか、そこははっきりとさせた方がいいです。端に寄せてあげるともちろんこちら側の水がすごく綺麗に映りますし、真ん中だと今ご覧いただいたように左右の水がすごくすっきりと見えるので、そこからスカーッと立ち上がったようなお花にすることができます。で、あまりよろしくないのがちょっと中途半端にずれてるとかですかね。この辺りになってくると採点項目の作者の意図とかにもなってくるんですけど、中途半端に移りかねないので、器との移り合いというのも私の中では少し採点が低くなっちゃうかなと。で、さらに言うとですね、こちらは金属のものなのでちょっと下が重い印象になるんですけど、同じ器の直径が大きい器でもこういったガラスの器の場合、これはこれで皆さんいかがでしょうか。最初に生けてあったこちらの陶器より直径は大きいんですけど、ガラスなのですごく軽やかに見えるというのと、これもですね、水を張るとものすごく涼やかに映るので、先ほどの一般的な普通の水盤より私はこちらのガラスで光ってた方が、このお花に関しては器との移り合いというのは少し上がってきますね。で、またここも面白いと思うんですけど、先ほど見てもらったドライのお花について、ちょっともう本当に適当に生けちゃいますけど、こんな感じですかね。皆さんこちらのお花はいかがでしょうか。見方によっては綺麗なガラスの器と枯れた花材との対比っていうのはうまくするとすごく印象的に映る可能性があるんですけど、この構成だとやはり器が綺麗すぎるので、ちょっとこのドライのものと若干齟齬が生まれるのかなというあくまで私の感覚なんですけど、こちらのガラスの器であればこういう陶器の焼き物、こういったものの方が枯れた植物というのは味わいになるので、ものすごくこう合ってくるんじゃないかなと。これ同じお花の構成一つとっても器だけで全然イメージが違いますよね。こうやって喋ってると本当にいろんなことをお伝えしたくなってくるんですけど、最後に器との移り合いで、せっかくだからこのガラスと枯れた花材の移り合いというところでお伝えすると、今綺麗すぎるガラスに対して枯れた花材というのはちょっと合わないかなということを言ったんですけど、こういう見せ方はありなんじゃないかな。これもガラスの器ですね。で、水をたっぷりと張って枯れた花材というのは、水に浸かってても浸かってなくてもいいので、ちょっと外にわさーっとかかるようなイメージで、これは足しても足さなくてもいいんですけど、さっきの流れでちょっと足しておきましょうか。で、こんな感じでやって、ポイントで同じようにひまわりの花を一輪ポンといけると。で、この場合ですと水がたっぷり張ってあるため、これも生を彷彿とさせる水と死を彷彿とさせる枯れた花材、その対比コントラストとして器との移り合いにおいては私の中ではグッとポイントは高くなります。ということで、本当に器一つとってもガラッと印象は変わりますし、正解が一つじゃないというのはつくづく生け花は面白いなぁなんて私は思うんですけども。で、続いてですね、採点項目作者の意図。これは今お伝えしたように、作者が何をその作品を通して伝えたいのかとか、何を見せたいのかっていうところが大きなポイントになってきますかね。今お見せしたドライの花材を私は主役にして生徒の対比を見せるんだっていうのは、やはり水と枯れた花材というのはバッと見た瞬間に伝わりますし、ああいった造形的なお花ではなく、こういったシンプルな森花においてもそれは言えまして、今この状態ですと
私の中でですね、2点ほど大きな減点ポイントが作者の意図の中ではあります。まず1つ目が、主役と脇役がかなり曖昧になっているのかなと。生け花では主材副材なんて言い方をするんですけど、それを生ける側が明確に設定してあげると、お花というのは綺麗に生け上がりやすいんですね。で、よく初心者の人で見受けられるのが、切り花というのは長いので、ここまで短くするのがかわいそうっていうところで、こんな感じで全体的に長く使ってしまうと。で、そうするとですね、このすっきりした乳彩卵の線と高く入ったひまわり、どっちが主役かなというのがすごく曖昧になってしまう。こういったところが作者の意図、生けた人の迷いとかにもつながってきまして、本当にお花というのはパッと見た瞬間に、このポイント迷ったなとかっていうのが一発でわかるんですけど、お花を生けてる時に今日はこの乳彩卵を主役にすると決めたら、もったいない、かわいそうという気持ちは捨てて、副材となるお花は短く切っていくんですね。で、生け花っていうのは高さに変化をつけると良いので、長いもの、中ぐらいのもの、最後短いもの、こんな感じで主材を決めたら、副材、脇役となるものは主材より高さをぐっと低く抑えることで、主役がすっきりと伸びやかに見えてきます。まず生け上がったお花に対して主材と副材、すっきりと伸びやかにいけるものと、それを引き立たせるもの、あるいは先ほどのようにドライと生の花1対1の割合になるのではなくて、その人がどっちをしっかりと見せたいのか、それを引き立たせるためにはどうすればよいのか、そういったところがパッと作品を見た時に明確に意識して生けられたものと、なんとなく生けられたものっていうのは、全然そのお花の説得力っていうのが違ってくるんですね。そんなところが私の中で作者の意図という採点項目として定めたわけなんですけども、ということでこの作品の中でもう一つだけ気になるポイントがありまして、2つ目がですね、乳彩卵の方向性というのがこっちに伸ばしたいのかこっちに伸ばしたいのかっていうのが、真ん中にピーッと線を引いた時にほとんど左右対称になってしまっているので、生け花をきれいに飾る一つのポイントとして左右非対称というのがキーワードにはなってくるんですけど、そこが今曖昧になってしまっているなと。ちょっと上見切れちゃってますけど、長さも実は同じだったんですね。なので主役の方向性、線を際立たせたかったら左右どっちつかずになるのではなく、私は今回こっち側にスッキリと見せたいんだっていうのをはっきりと主張してあげると、作者の意図としてこの人はこの線をスッキリと見せたいんだなっていうのが伝わってくるんじゃないかなと。ということで、4つ目の採点項目、バランスですね。私の中で生け花というともうバランスの一言に尽きるので、花材の取り合わせのバランス、器との移り合いのバランス、作者の意図、主材副材、そういったバランス、全ての採点項目につながってくる部分であるんですけど、パッと見大きなところで言うと器と花材とのバランスっていうのはやはり一番最初に目がいきますかね。才能査定のこちらの1本目の動画というのがまさに器とのバランスっていうところで少し点数が低くなってしまったんですけど、これはもう先ほどお伝えした通りですね。花材の量感に対してどのぐらいのサイズ感の器がいいのかなと。で、花材のバランスで言うとこちらのお花ちょっとわざとらしくやっちゃいますけど、こうだといかがですかね。全体で見てみると乳彩卵のすっきりした線に対してモンステラの面というのがものすごく強いので、このバランス感で言うとちょっと下が重く見えませんか。そういった花材のボリューム感でのバランスだったり、採点項目1に戻るんですけど、花材の取り合わせに対してのバランス、違う種類のひまわり3輪に対して1輪という3-1のバランス、これもあまりよろしくないというところで、2-3だったらバランス整ってくるかなだったり、あとは重力感のバランスというのも一つ大切になってきますかね。このまんまですと下には重いけど全体の重力的なバランスは取れてますよね。で、これもちょっと極端なことしちゃいますけど、こういうバランスだと皆さんいかがでしょうか。なんかものすごくこっちに倒れかかってるようなお花に見えませんか。で、この例というのがこちら才能査定の2本目にアップした動画でものすごく顕著だったので、私が手直ししたポイントにもなるんですけど、全体の重力感というところでいうバランスですね。ただこれも器との移り合いという点で今あえてこっちにずらしたんですけど、こちら側であればそんなに今の重力感のバランスっていうのは気にならなくなってくるんですね。なぜなら今ここ空間が空いたことで器のこの重さというのがこっちに働いてくれるために、全体的にそんなこっちに傾いた感じがしなくなってくると。ちょっともう一回見ていただきましょうか。こういう感じとこういう感じ、全然印象違いますよね。器との移り合いって
っていうところとバランスっていうのも本当に切っても切り離せないところではあるんですけども、そんなところも、バランスの項目として私は見させていただいております。ということで今ずらーっとお伝えしたポイントを押さえて、まず1作目をさらっといけていこうかな。乳細卵とひまわりに関しては先ほどの感じで良かったと思うので、最後にこのモンステラ、これが下にベターっと重かったっていうところで、このバランスを直して1作目完成にしたいと思います。でモンステラというのはすごく面が強い植物なので、こう見せると強い印象になるんですけど、ちょっとずつ傾けていってあげるとこの面の強さというのが和らぐんですね。ここまでいくともうほとんど線になって逆にモンステラっぽくなくなっちゃうので、モンステラらしさを出しつつもベタっと見えない、そんな角度を狙っていけてあげると下の部分がそこまで重たく見えなくなるので、そういう絶妙な角度を狙っていけてあげると、こんな感じだと先ほどのベタっとした感じがなくなりますよね。でもう1枚が、先ほどは後ろにベタベタって入ってたんですけど、前後の立体感を意識するためにちょっとねじめ剣で前にもいけていきましょうか。なるべく高さにも変化をつけたいんでね、1枚目より少し低めに、そしてベタっと見えないようにうまいこと角度をつけながらこんな感じでいけていくと。ということで最初にいけてあったこちらのお花というのはやはりいろんなところで減点ポイントがあったんですけど、これを凡人あるいは才能ありとして手直しするとしたら、私だったらこんな感じにするかなと。で最後にですね、採点項目オリジナリティというところで、今日一番皆さんにとっても面白いというか参考になるんじゃないかなというポイントをまた詳しくご紹介しながらもう一作いけていこうと思うので、ぜひね引き続きお楽しみください。ということで最後にですね、オリジナリティ、個性についてちょっと解説していこうかなと思うんですけど、今こちら1作目でご紹介したお花というのはその植物をその植物らしく生けたというところで、ポイントを押さえればある意味誰でも生けれるようになるんですね。そんな中でもまっすぐ乳細卵を立てるのか、少し傾けるのか、あるいは横にグッと張らすのか、これだけでも個性オリジナリティというのは全然違ってくるんですけど、どういう角度においても乳細卵は乳細卵であると。また今日いけたこの花材というのがほとんど変わり映えしないというか、模様は若干違いますけど一枚一枚曲がりがあるっていうものでもないですし、枝物だとねやっぱ一本一本曲がりとか違うので、それをどう生かすかでまたちょっと個性が出てくるんですけど、こういった花材でオリジナリティ、個性の項目をぐっと高くするのはこのまんま扱った場合だとものすごく難しい。じゃあどうするともっとお花に個性が出てくるかなっていうところで見ていくと、これはですねなかなか初心者の人には難しいんですけど、この乳細卵っていう花材は縦に繊維が入ってるので、こんな感じで裂くことができるんですね。裂いた穴にこの先端の部分を通してくるんと丸めていくと、こんな感じでこんにゃくの飾り切りのような、さっきの普通に生けた乳細卵とまたちょっと違った表情にすることができると。でこんなのをですねこんな感じでスッといけるだけでも、このお花に個性オリジナリティというのがものすごく出てくると。でもうちょっと面白いことをしようと思うと、先端まで裂いて、で指の腹を使ってこの裂いた葉っぱをちょっと撫でることで緩やかな曲線がついてくれるので、こんな感じで柔らかくしてですね、でさらに曲げた葉っぱをこの辺りでホッチキスで留めてしまう。こっちも同様にこの辺りで留めましょうか。そうするともう先ほどの乳細卵とは全然違う表情が生まれると。でこれをこのお花の中にこんな感じでいけていく。そうするとこの輪っかの作り方一つとっても絶対同じものっていうのはできないので、ものすごく個性的な作品に出来上がるんですね。で裂くのも今半分に裂きましたけど、4等分に裂くとより繊細なラインが出てきますし、で同様に溜めて、で作者の糸でいうと今くるんと丸めたので、これも全部丸めていけていこうかな。そうすると作品を見た人は、あ、この人はこの乳細卵をくるんと丸めたのを見せたくていけたんだなっていうのが意図として伝わると思うので、こんな感じでどんどん前後の立体感も意識しながらくるくるとまとめていく。なるべくこの使ったホッチキスというのは見えないようにすると良いです。こんな感じ。これぐらいまでの表現になってくるとオリジナリティというのは項目としてぐっと点数高くなってきます。ただこれは乳細卵が裂けるのを知ってるのと知らないのとで、やはりできるできないというところにつながってくるので、私は生徒のみんなに引き出しと言って指導してるんですけど、あ、こういう見せ方があるんだっていうのを知ってるだけで、最初私才能ないからできないっていう人でもある程度お花をまとめる力っていうのは誰でもつけることができるんです。今モンステラをですね
この茎の曲がりを生かしてこういう感じでいけていく。そうすると先ほどよりこうギュッと引き締まってすっきりといけることができるので、モンステラの入れ方、表情をとっても、作品にものすごく個性が出てくると。で、作品としてはこれで完成でもいいんですけど、さらに加点を一つ狙うとしたら、私だったらこの小玉の器を使うかな。全く今同じ構成でちょっと生け替えてみますね。よく生徒のみんなに言ってもらえるのが、先生はこう言語化するのがすごく上手ですねなんて。その辺皆さんいかがですかね。才能査定の動画でもなるべく皆さんに分かりやすいようにというところでポイントを押さえてお伝えする努力はしてるんですけど、今日お伝えしたこういったポイントをゲストの方が生けたお花に対して一作一作こうどこが良かったかとか、こうするといいんじゃないっていうのを解説していますので、あまりね再生数伸びないのですごく寂しいんですけど、見た方からは結構評判でして、綺麗なお花を生けたり、鑑賞する上で審美眼というのがものすごく養われると思いますので、今日の動画楽しかったという方はぜひぜひご視聴いただきたいんですけども、こんな感じでいかがでしょうか。なぜこちらの器にしたかというと、乳彩卵こう柔らかい曲線を作ったので、それに対してこの丸っこい器の曲線と合ってくるかなと思ってチョイスしてみたんですね。先ほどのシンプルな水盤でももちろんいいんですけど、こういう曲線と曲線を合わせるなんていうのもオリジナリティにもつながってきますし、器との移り合いというところでもぐっと加点が上がるのかなと。本当は全体のバランス感でいうと、もう一本高い輪っかこうふっとあると伸びやかに見えるんですけど、そこは置いといて、これで2作目のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。